一流のプロスポーツ選手だけが無意識にやっている体の使い方を紹介します。こんにちは、身体操作理論の D です。今回からビーチフラッグス世界チャンピオンを目指した私 D が独自の研究で発見してきた速く走るための方法について解説していきます。これからお伝えする足を速くする方法は単なるトレーニングやフォーム改善といった世の中にありふれている理論ではなく、人間が動物として本来あるべき走り方、人間本来の走り方についての解説になります。私はライフセービング競技のビーチフラッグスという種目で世界一になるためにウサイン・ボルト選手の特殊な走り方と野生動物の走り方の共通点を研究し、これまで誰も発見できなかった走りの理論を発見しています。ください。足を速くする方法は全部で3本の動画構成を予定しています。走りの本質に迫るには、チーターやウサイン・ボルト選手の走り方を紐解くことが必要ですが、チーターやウサイン・ボルト選手の走り方をいきなり解説するのは順番を飛ばしすぎですし、基本から抑えないと怪我につながる恐れもありますので、まずは基本的なことから解説していき、パート3でその本質的な体の使い方について解説しようと思います。パート1から順番に見ていただくことで理解が深まる構成にしてあります。今回の動画は次の6つの内容でお届けします。1、脛骨に体重を乗せる。2、膝を緩めておく。3、股関節を脱力する。4、正しい姿勢を作る。5、顎を引く。6、足の操作は第12肋骨から。では早速解説していきます。走るときはどこに体重を乗せたら良いのでしょうか。その答えは脛骨に体重を乗せるということになります。脛骨に体重を乗せられるようになると次のようなメリットがあります。安定して地面を捉えられる。怪我予防になる。地面からの反発をもらいやすくなる。逆に言えば、脛骨に体重を乗せることができなければ、不安定な状態で地面を捉えることになり、怪我につながり、地面からの反発ももらいにくいということになります。なんとなく足の裏に体重をかけている人は要注意です。どうして脛骨に体重をかけると安定して地面を捉えられるのかというと、脛骨の形状を見ればその答えがわかります。脛骨は縦に長い直線状の骨です。縦に長い棒はその直線方向に最も強さを発揮するように、脛骨もその直線方向に最も強さを発揮します。ボールペンを立てて上から力を加えると、その直線方向と力を加えている方向が同じ向きなら安定しますが、力の方向がずれるとバランスが保てなくなります。また、力を加えたい方向と違う向きにボールペンが立っていると、こちらもバランスを保てなくなります。これは脛骨でも同じことが言えるのです。つまり、脛骨の直線方向にまっすぐ体重をかけられるようになれば、安定して地面を捉えられるようになるということです。チーターやウサイン・ボルト選手も脛骨にまっすぐ体重をかけて走っているのがわかります。この脛骨の直線方向にまっすぐ体重をかけられるようになると、それがそのまま怪我予防にもつながります。脛骨周辺の関節や筋肉への負担が最小限になるからです。よく短距離走ではつま先で着地しろと言われますが、実はこれは大変危険です。つま先着地自体は悪くはないのですが、つま先着地を意識しすぎるがあまり、つま先重心になってしまうと、体重のかけ方、つまり体重をかけている力の方向が脛骨の直線方向から外れます。そうすると足首が上向きに押される力、背屈する力が過剰に働き、これを押し戻すためにふくらはぎやアキレス腱にとても強い負荷がかかることになります。そして怪我につながるのです。これはつま先着地自体が悪いと言っているわけではありません。脛骨にまっすぐ体重をかけながらも、結果としてつま先着地になるのが理想です。これは最初からつま先に体重をかけようとするのとは全然違います。脛骨にまっすぐ体重をかけながらもつま先着地になるようにしましょ
そうすれば怪我予防になり、安定して地面を捉えられるようにもなります。つま先重心以外にもやってはいけない体重のかけ方があります。それは外側重心や内側重心です。これをやると膝関節に大きな負担がかかります。外側重心で着地をすると、膝関節はこのように外に折れ曲がるような圧力がかかり、膝の外側の靭帯が伸ばされ、そして膝関節の内側が擦れ合い、怪我のリスクが高くなります。普段から外側重心の人は足の形が O 脚になっていますので、O 脚の人は走る際は要注意です。これとは逆に内側重心の人は膝の内側の靭帯が伸ばされ、膝関節の外側が擦れ合って怪我のリスクとなります。普段から内側重心の人は X 脚ですので、こちらに当てはまる方も走る際は要注意です。脛骨にまっすぐ体重をかけられるようになれば、O 脚や X 脚も自然と治り、まっすぐな綺麗な足になります。さらに走っている時に脛骨にまっすぐ体重をかけて設置できれば、地面からの反発を最も効率よくもらうことができます。ボールペンをまっすぐに落としたら軽く弾むのがわかると思います。ですがボールペンを斜めにして落とすと弾むことなく倒れます。これは脛骨でも同じことが言えるということです。では脛骨にまっすぐ体重をかけられるようになる練習方法を教えます。とは言っても走る時だけいきなり脛骨を意識するのは難しいです。これから教えるのは日常生活の中から意識してもらいたい練習方法になります。まず脛骨の場所を正確に把握します。脛骨は弁慶の泣きどころ、すねです。すねをよくさすってその場所を覚えてください。膝下の断面図を見るとこのようになっています。脛骨はここです。今さすってもらった脛骨の場所がより具体的にイメージできたでしょうか。場所を覚えたら次は体重のかけ方を覚えます。脛骨の直線方向の真下はだいたいこの辺、土踏まずのやや後ろの方になります。普段立っている時や歩く時からこの辺りに体重をかけることを意識してください。ちなみに私は大変足が疲れやすく、立ちっぱなしや長距離を歩くことがすごく苦手でしたが、脛骨にまっすぐ体重をかけることを意識するようになってから、立ちっぱなしでもどれだけ歩いても足に疲労がたまることはなくなりました。脛骨にまっすぐ体重をかけることで足への負担が最小限になることを身をもって体感しています。足が疲れやすい人はぜひ脛骨にまっすぐ体重をかけるということを意識してみてください。脛骨に関してはこちらの動画でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。脛骨にまっすぐ体重をかけられるようになったら、次は膝を緩めます。膝は体の中でもバネとして使える部分の一つになります。膝をピンと伸ばした状態では、そのバネを使えないことになります。膝は常に軽く緩める意識で、少し曲げておき、いつでもバネとして使える準備をしておきましょう。ちなみに動物は膝をピンと伸ばしている個体は一匹もいません。いつでもとっさの動きに備えて膝のバネを使う準備をしています。立っているときはいつでも膝を緩めておきましょう。最初はきつく感じるかもしれませんが、慣れると膝をピンと伸ばした状態がいかに膝に負担をかけていたのかがわかるようになります。緩めておくことで膝をバネとしてだけではなく、クッションとしても使えるからです。脛骨にまっすぐ体重をかけられるようになり、膝を緩められるようになったら、次にやってほしいのが股関節を脱力することです。日本人はとにかく股関節に力が入りやすく、これが走る上ではとても不利になっています。股関節を脱力できると大臀筋をフルに活用でき、強く地面を押せるようになります。股関節を脱力できているかどうかは骨盤の角度と腰の曲がり具合を見ればわかります。股関節をうまく脱力できている人は骨盤が少し前傾気味になっていて、腰もまっすぐに伸びています。股関節を脱力できず、腰周りに余計な力が入っている人は骨盤が後傾気味で腰も曲がっています。これは本来単体で動くべき大腿骨が股関節の力みによって骨盤と一緒に動いてしまう大腿骨と骨盤の癒着によるものです。特に走り始めから加速していくスタートダッシュの時に顕著にこの特徴が現れます。このような状態では股関節の伸展時、
地面を押すときに大きな役割を担うはずの大臀筋をあまり使うことができず、前ももの筋力ばかりに頼った走りになり、加速力に差が出てしまいます。トップアスリートは股関節を脱力できているので、骨盤が前傾しているのがわかります。では、股関節を脱力するための体操を紹介します。まずはヒップヒンジという動作でスクワットをしていきます。両足を適度に開いて立ち、鼠径部に手を当てて、その手を挟み込むようにしゃがみ込んでいきます。この時に腰はまっすぐのままキープできるように意識してください。腰を曲げては意味がありません。ある程度しゃがめたらまた足を伸ばして元の姿勢に戻ってください。この動作をきつくない程度に繰り返してください。この動作に慣れると骨盤と大腿骨の癒着が取れて、大腿骨を単体で動かすことができるようになります。もう一つ骨盤ポン体操を紹介します。両足を肩幅に開いて立ち、腰に手を当てます。骨盤を後傾させながらつま先立ちになり、体を真上に引き上げます。手の動きで骨盤の動きを補助してあげるとやりやすいと思います。この上に伸びた状態ではお尻に力が入っているのがわかると思います。それができたら次は体の力を抜いて体を下に落下させます。この時にお尻の力を抜くようにすると骨盤は自然と前傾気味になると思います。骨盤がポンと動くので骨盤ポン体操と名付けました。この動作でまだ骨盤が後傾しているという人は、まだお尻に力が入っているか、脛骨にまっすぐ体重をかけるということができていないと考えられますので、この体操を繰り返しやって脱力を身につけるか、脛骨の体重のかけ方からやり直してください。ちなみに脛骨にまっすぐ体重をかけることができず、つま先重心になっている人は骨盤が過度に前傾しやすかったり、反り腰になりやすかったりします。脛骨にまっすぐ体重をかけられないと足元が安定しないので、他の場所でバランスを取ろうとして余計な力が入り、体が歪みます。骨盤の過度な前傾や後傾も、脛骨にまっすぐ体重をかけられないことで起こっている場合があります。まずは脛骨にまっすぐ体重をかけることを強くお勧めします。脛骨に体重をかけられずして股関節の脱力はありえません。私の場合、股関節を脱力できるようになってから走るトレーニングをしたら、急に大臀筋が筋肉痛になりました。それまでいかにお尻の筋肉を使えずに走っていたかを実感しました。指導者にお尻の筋肉を使って走れと言われることが多いと思いますが、私は使い方が全くわかりませんでした。お尻の筋肉は股関節を脱力できれば勝手に使えるようになることがわかりました。股関節が力んでいてお尻の筋肉を使える状態でもないのに、無理に使おうとしても使えるわけがありません。股関節を脱力することで自然にお尻を使える状態にしましょう。次に正しい姿勢について説明します。なんとなく猫背よりは背筋をピンと伸ばした方が速く走れることはわかると思いますが、では正しい姿勢の明確な基準とは何でしょうか。よくある説明としては、壁を背にして後頭部と肩甲骨とお尻とかかとを壁につけろとか、耳、肩、大天使、膝、外側のくるぶしを一直線上に並べろという説明を耳にしますが、私の理論ではこれらは大きな間違いです。なぜならそんな外観だけにとらわれた形だけの基準では体の機能を全く使えないからです。大事なのは体の中でどんな構造になっているかを理解して、その上で中から整えることで体の機能をちゃんと使えるようにすることです。では私の考える正しい姿勢について説明します。これは動物の姿勢から発見したものになります。まずはこちらの動物たちの骨格をご覧ください。これらの動物にはある共通点があります。それは肋骨と肋軟骨の間のラインの延長線上には必ず骨盤の前の方にある突起部分、上前腸骨棘が来るようになっているということです。骨盤と肋骨のある動物は必ずこの姿勢になっています。一見背中が丸まっているように見える動物も走るときや攻撃するときは必ずこの姿勢になります。この肋骨と上前腸骨棘のポジショニングには明確な役割があります。過去にこちらの重力を利用する方法、バツ荷重の動画内でも説明していますが、バツ荷重をすることで地面から跳ね返ってきた反重力エネルギーは一旦上前腸骨棘に集まるようになっています。上前腸骨棘に集まってきたエネルギーを上半身に渡すためにこの姿勢が必要になります。
肋骨と肋軟骨の間のラインを上前腸骨極に向けておくと、反重力エネルギーをそのままこのラインに受け渡すことができるのです。詳しくはこちらの動画をご覧ください。このようにして最終的に胸骨に移動してきた反重力エネルギーを以前の動画では攻撃に利用する方法としてお伝えしましたが、これは移動エネルギーにも利用することができます。バツ荷重をして胸骨にエネルギーを集めたら、それをそのまま前に進む移動エネルギーへと変換できるのです。動物は走るときやジャンプするときは必ずこのバツ荷重から胸骨にエネルギーを集めて移動エネルギーへと転換するということをしています。詳しいやり方はパート3の動画で解説します。姿勢の話に戻りますが、つまりは人間も肋骨と肋軟骨のラインを上前腸骨極に向けておくことが正しい姿勢の明確な基準となるわけです。では正しい姿勢の作り方を説明します。とは言っても、普段肋骨や胸椎を全く使えていない人がいきなりこの姿勢を作るのは無理がありますので、まずは胸郭を柔らかくする肋骨体操をご紹介します。これは犬や猫などの動物が日常生活からやっている伸びという動作からヒントを得て作った体操になります。まず四つん這いになり、手は少し斜め前につきます。息を吐きながらお尻を後ろに下げて背中を丸めていき、肋骨を背骨の方から閉じるようにしていきます。息を吐き切ったら、今度は息を吸いながらお尻を前に出し、腰を伸ばして肋骨を背骨の方から開くようにしていきます。これを繰り返します。慣れてきたら上級編として、息を吐いてお尻を後ろに引く動作の時は、上部肋骨は閉じる動きを、下部肋骨は開く動きを同時にやります。息を吸って腰を伸ばす動作の時は、上部肋骨を開いて下部肋骨を閉じる動きを同時にやります。難しいと思いますが、実はこの上級編の動きこそが肋骨本来の動きにつながってくるので、上部肋骨と下部肋骨を反対方向に動かすことができるように練習していただければと思います。慣れてくると立ったままでもこのストレッチができるようになります。体操をして胸郭を動かす感覚がなんとなくつかめたら姿勢を正していきます。先ほどの肋骨体操の動かし方にもつながってくるのですが、第12肋骨は閉じながら下方向に動かし、第11肋骨から上の肋骨は上に反らしながら開くようにします。これで正しい姿勢の完成です。第12肋骨を下に下げて閉じる動きをすることで骨盤も連動して後ろに下がります。第11肋骨から上の肋骨を上に反らして開くことで、肋骨と肋軟骨のラインが上前腸骨極に来るようになります。この姿勢ができれば、地面から跳ね返ってきたエネルギーを上半身に渡すことができるようになります。猫背やただ胸を張った姿勢など、いろんな姿勢で走ることを試してみれば、この姿勢が一番肋骨のバネを使えることが実感できると思います。詳しい肋骨の操作方法はパート3でお伝えしますが、姿勢を正すだけでも走りが変わってくるので、まずはこちらの姿勢を覚えていただければと思います。次に、顎を引くことの意味とその効果について解説します。顎を正しく引けると、全身の関節のブレーキが外れて、体がニュートラルな状態になり、今までよりも軽く動けるようになります。顎を引くと表現していますが、厳密には頭を後ろにずらすが正しい表現で、実際は顎は上がっていても大丈夫です。ですのでここからは顎を引くではなく、頭を後ろにずらすと表現します。頭を正しく後ろにずらすには、首全体を引くのではなく、できるだけ首の上の方だけを後ろにずらすようにします。できれば、第一頸椎と頭蓋骨だけを後ろにずらすようにします。正しくできると、舌が少し後ろに引っ込み、同時に舌が上顎に勝手に張り付くようなポジションになります。よく歯医者で言われるような舌の正しいポジショニングが勝手にできるようになるわけです。ちなみにこれができると、
鼻呼吸が楽にできるようになります。この頭のポジショニングができたら、そのポジションをキープしたまま全力疾走をしてみてください。体が軽すぎて驚くことになります。よくわからないという人は、うまく頭を後ろにずらせていないか、最初から正しい頭のポジショニングができている人です。あえて頭を前に突き出して走ってみれば、体が鉛のように重く感じると思います。最初にも説明しましたが、頭を正しく後ろにずらせると全身の関節のブレーキが取れて、体がニュートラル状態になるので、走るのが軽く感じるというわけです。映像だとちょっと分かりにくいかもしれませんが、ウサイン・ボルト選手もこの頭のポジションをキープしながら走っているのが分かります。なぜこの頭のポジションをキープすると体が軽くなるのかは分かっていませんでしたが、以前上げた姿勢に関する動画で医師の方からこのようなコメントをいただきました。神経や静脈が関係してこのような体の状態になることが分かっています。私は最初にこれを発見した時は体が軽すぎて思わず笑ってしまいました。今では日常生活の中で常に頭のこのポジションをキープしています。体が軽いので一日の疲労もかなり軽減できています。最後に一流のプロスポーツ選手でも知らないであろう足の操作について解説します。以前までの動画では強い力を発揮する方法としてできるだけ体の中心部分の骨から操作する方法をお伝えしてきましたが、走るときも末端の足先ではなく中心近くの骨から動かすことで楽に強く蹴ることができるようになります。その中心近くの骨とは第十二肋骨です。右足で蹴るときは右の第十二肋骨を内側に閉じながら下に向けるようにして蹴ります。反対の足でも同じように操作します。内側にひねり下げるといった方が分かりやすいでしょうか。これに連動して足も内側にひねって蹴るような動きになります。いきなり第十二肋骨と足を連動させるのは難しいと思うので、練習方法をご紹介します。まずは立ったまま足先だけを動かして下に蹴る動作をします。次に膝から動かします。次に股関節から動かします。そして次は腸骨から動かします。腸骨の中でも上後腸骨極という骨盤の後ろにある突起の部分から動かすようにしてみます。ちなみに左右の腸骨は仙腸関節を軸としてこのようにバラバラに動かすことができます。よく骨盤から動かすということは聞きますが、骨盤を一つの塊としてこのように動かすのは間違いで、実際には左右の腸骨をこのようにバラバラに動かすことができます。ここまでできるようになったら、最後に第十二肋骨から動かすという風にしてみます。少しずつ動かし始める場所を変えて練習してみてください。第十二肋骨、上後腸骨極、股関節、膝、そして足先へと順番に中心から動くように練習してみてください。これだけで足の動きがかなり軽く感じるのがわかると思います。走るときは第十二肋骨から足が生えていると思ってそこから動かしてみてください。この動きはパート3で解説する体の使い方に直結する身体操作になります。チーターなどの野生動物も必ず第十二肋骨から少しずつ末端に向けて体を操作し、地面を蹴るという動作を行っています。いかがだったでしょうか。今回は速く走る方法パート1として常にできるようにしておくべき基本的な体の使い方について解説しました。脛骨にまっすぐ体重を乗せる、膝を緩めておく、股関節を脱力する、正しい姿勢を作る、顎を引く、第十二肋骨から足を操作する。これらの6つをやりながら走るのと何も意識せずに走るのとでは天と地ほどの差が出てきます。そしてこの体の使い方は怪我予防にもつながりますので、ぜひできるように練習してみてください。最初は意識しないとできないと思いますが、慣れてくると無意識にスポーツのレベルを上達させたい方は、これらの6つの体の使い方をぜひ覚えてください。次回のパート2の動画では、そもそも走るということがどういうことなのか、走るということの意味を科学的に根本から考え直す動画になります。
最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。